車ってワードいいっすよね。いや、ワードめちゃくちゃいい。ボロ車ってあんま聞かないもん。確かに。ボーイズ&ウィルス TV ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方、お名前は、ロアです。年齢は、28歳です。お住まいは、東京です。お仕事は DJ とビートメーカーやってます。DJ とビートメーカー、面白そうでございます。家族構成は、はい、今一人暮らししてて、うん家に居候が一人います。居候がいらっしゃる。面白そうでございますね。そしてこちら車なんでしょうか。こちら鈴木のマイティボーイです。鈴木マイティボーイ、懐かしい。久しぶりに見ましたけども、年式は85年ですね。85年式。今日はですね DJ ビートメーカーのロアさんとこの懐かしい鈴木のマイティボーイでお届けします。お楽しみに。ロアさん、愛車遍歴教えてください。1台目が鈴木のワゴン R で、2台目がホンダのライフ、で3台目でプジョーの2008に乗って、で4台目でこちらに KK フランス車 K。 はい、K に戻ってきました。そもそもマーティボーイってどんな車ですか。セルボっていう車がもともと鈴木にあって、それを83年に後ろをぶった切った形で作ったっていうピックアップ型の2シーターのトラックでやらせてもらってますね。やらせてもらってます、これ狙い撃ちで買ったんですか。これもともと全然存在自体知らなくて、で友達が中古車の販売やってて、オークション会場に面白いの出てるよって LINE が来て、もう名前も何も知らなかったんですけど、じゃあもういいよそれでって連絡してこれを買いました。スペックとか知ってたんですか。スペック全然知らなくて、買ってから知ったんですけど、普通軽自動車って 660cc だと思うんですけど、これ 550cc で、あとエアコンもついてなくて、あとオートマっていうのは知ってたんですけど、オートマが2速しかなくて、2速 AT でございます。はい、知らなかったですね。いろいろ面白い車です。ちなみにおいくらだったんですか。だいたい5、60万で車検込みで、はい、結構個体はかなり綺麗だと思うんですけど、なんかやっぱ知り合いのところっていうのもあって安く売ってもらいましたね。面白いでございます。ローさん、どこが好きですか。この見た目と旧車ならではのダイレクト感が気に入ってます。特徴は2シーターのピックアップトラックで軽だっていうのが気に入ってます。軽トラではないんですね。軽トラ違ってリクライニングできるんで、そこが違いかなと思います。ここはちょっとなところってありますか。やっぱりこうエアコンがついてないところと、あとこううるさくて乗り心地が悪くて、もう長距離とか走ると耳鳴りします。耳鳴りがする。本当耳栓したいぐらいです。耳栓したいぐらいという車でございます。楽しみです。乗ってみましょう。ご自身のこと聞きたいんですけど、今 DJ とトラックメーカー、ずっとそれやってるんですか。いや、5年間高校教師やらせてもらってて。高校教師、何の先生ですか。自分教科が家庭科で。家庭科、裁縫とか料理とか料理とかの家庭科ですね。の教師だった。そうです。5年間。5年間。そもそもなんで高校教師になると思ったんですか。いや、もう覚えてないんですけど、大学で教育学部にまずノリで入って、なんかなろうと思ったらなれるよって先輩に言われて、やりたいこともないしやろうかなと思って教員になったんですね。この車もノリで買ったし、ノリで買って教員にもノリでなって。そう、全部ノリでやってますね。家庭科の先生にもノリでなった。家庭科も大学の教科選ぶときに一番知らない教科が家庭科だったんで、なんか同じ金と時間使うなら知らないことをできるようになった方がコスパいいかなと思ってなるほど、だから料理もしたことなかったですし、ミシンの使い方も上糸と下糸があるすら知らなくて、のレベルで家庭科になったんですね。男性の先生っていたんですか。いなくて、正規採用だと栃木で男性初らしくて、なんと、だから男性初の家庭科教員で、男性初の辞めた家庭科教員ですね。素晴らしい。どんな子供でした。ずっと遊んでたっすね、友達と外で。習い事とかもしてなかったんで、友達はサッカーとか野球とか水泳やったんで、誰が何曜日遊べないとかも頭の中に入っててそれに合わせてスケジュール組んで毎日遊んでたんです。なんか楽しいことしたくてしゃあなかったんですよ。なるほどなるほど。学生時代はどんな感じですか。学生はもうバイトめっちゃ掛け持ちしてて、物売る営業の仕事とか、あとキャバクラのボーイやったり、アパレルとか、あとなんか不登校の子供たちの家とかに行って、なんか学校行くようにコミュニケーション取っていくみたいな、そういうのもやってました。相当人生経験というか経験を積んでますね。なんかいろいろ経験したくて仕方なかったんですよね、多分。それで先生になって辞めちゃったんですか。もともと30ぐらいで続けるかどうか考えようと思ってたタイミングで、普通の社会人とか経営者の友達とかいたんで、なんか日本の働き方の流れとかは知ってはいて、ちょっとそれとのギャップみたいのもあったんで、ちょっとずっと公務員ちょっと危険だなっていう気持ちと、ただ教団でねずっ
と偉そうにしてるのが教員じゃないなと思ってちょっと背中で見せていこうかなと思ってでもいいですね、偉そうにしてたんですか？偉そうにするのがやっぱ仕事なんで。なるほどね、はい、でも仲良かったじゃないですか、生徒と。結構割とコミュニケーションをたくさん取って。女子生徒が多い？自分は2校経験してるんですけど、はい、どっちも7割ぐらい女の子でしたね。モテましたか？死ぬほどモテたっすね。死ぬほどモテた、いいな。家庭科の教師になろうかな。いや全然なった方がいいですか、はい、どんな先生でした？もともと自分があまり真面目に学生生活歩んでなかったせいか、先生になったら世の中はこういうのが正しいんだってのはやっぱ子供のために教えなきゃいけないんで。なるほど。逆に自分ができてないこととか、あんまり自分はそう思ってないけどなみたいなのも教えてたんで、なんか信じてない宗教を教えるみたいな感じで。それ面白い。なるほど。やっぱ責任があるんで、自分がこう思ってるからとかで適当なこと言えなかったんで、それは逆にありましたね。なるほどなるほど。このマイティボーイで学校にも通ってた？もう毎日普通にこれで通って昇降口の前にいつも止めてました。ロア先生も人気だし、マイティボーイも人気だったんじゃないですか？いや僕もそうですけど、マイティボーイは結構男女差あったというか、工業のクラスもあったんで、工業科の生徒とかは結構麻婆じゃんみたいな、結構テンション上がって、うわモンステじゃんとかっつってなんか可愛かったんですけど、女の子はもうあれ台車ですかみたいな、なんかすごいおとなしい女の子とかが僕のイラスト付きの手紙とかたまになんかふざけてノリでくれるんですよ。僕のその情報が顔の周りに書かれてたんですけど、一個だけボロ車って書かれてて、あこの子もそうやって俺のこと思ってたんだと思って。ボロ車ってワードいいっすよね。いやワードめちゃくちゃいい。ボロ車ってあんま聞かないもん。確かに、そのセンスは気に入ってた。よかったです。それはなるほどね。こいつやるなと。いいですね。なんで辞めて DJ になったんですか？もともと学生の頃から DJ やってて、で最初クラブでとかっていうよりはミックスクラウドっていう、ちょっとなんかマイナーなサイト。簡単に説明しますと、ミックスクラウドっていう YouTube じゃないですけど、音を作曲してる人とか DJ の人がアップしてあるんですよね、アカウントもね。DJ 用のサウンドクラウドみたいなのがあって、それに上げ始めて、それなりに評価してもらえて、YouTube とかに上げるようになって、楽しくやってた時に、なんか一番ワクワクするのはこっちかなと思って、DJ と、あと今 DJ ってよりはいろんなアーティストのプロデュースとかを裏方でやってて、今音楽でいうとメインで2つあって、1個が昼飲みっていう。昼飲み？はい。昼から飲む昼飲み。昼から飲む昼飲みで、バンドとかあとプラソニカっていうソニーのアコースティックセッションユニットみたいなのがあって、そこに所属してるシンガーのクーさんっていう女の子と2人でユニットでやらせてもらってるやつと、あと1人ラッパーでタイリーっていうラッパーがめっちゃイケてるんですけど、そいつのエグゼクティブプロデュースというか全体のプロジェクトのマネジメントとかをやってますね。で、そいつが居候してるっていう。家に、はい。それも一緒にやっていこうって話はしてて、そいつめっちゃうまいんですけど、数字出そうみたいなあんまないやつで、お前もったいないからってなんかすごい説得したんですよ。そしたらなんかもうそいつも目覚めちゃって、もう僕に言われてからやる気出すぎて、朝まで離陸とか書いたりとかして、仕事行かないで仕事クビになって、会社の寮だったんで、家もなくなりましたって連絡来て、ちょっと僕もそれで責任感じちゃって、もうじゃあうち来たらっつって、いいっすかって言って、とりあえず1ヶ月ぐらいいて、次見つけなよって言って、もう半年経ちましたね。なるほど。はい。面白いことをなんかされてる人生だな。28歳で。はい、28で。はい。こんなちょっと変わった車乗ってますけど、子供の時から車好きですか？いや全然興味なくて、父親は車好きそうだなっていうのは感じてたんですけど、なんかあんまり興味なくて。お父さんどんな車乗ってたんですか？知ってます？いやその時は全然ミニバンとか、コロコロ変わってましたね今思うと。ただ大人になってから知ったのが、もともと走り屋というか、栃木なんでなんかいろは坂最短距離で走れるって言ってて、だから一本道しかないから最短距離なんかねえだろうと思ったらライン取りの話らしくて、何くだらねえこと言ってんだよと思いながら、アウトインアウトみたいな、なんかあるらしいですね。ちなみに昔どんな車乗ってたんですか、お父さん？父親はタコスカとかいろいろ乗ってたらしいですけど、それも乗ってたのを知ったのが母親に若い頃の話聞こうかなと思って、なんで知り合ったのって聞いたら、もともと父親が喫茶店のオーナーやってて、仲間内とかでどっか遠出するってなった時になんかくっつけようとする動きがあったらしくて、母親やっぱりそのバブルな人間だったんで、その人車何乗ってんのみたいな、まず男の情報来たら車何乗ってるのかを聞いて、その男の格をつけるっていう結構どうしようもない女だったんで。時代はあるかもしれない。昔は何乗ってんのらしいですよね。で、いやスカイライン乗ってるあの人みたいな、あんないい車カフェのマスター乗れるのと思ったらしくて、でもちょっと楽しみだなと思って待ち合わせ場所行ったら真っ赤な箱スカだったらしくて、真っ赤な箱スカ悪くないねと思ったらしくて、そこからなんか関係性始まったみたいなの聞いたんで、ただやっぱそんな人間だったんでちゃんとその後離婚してるんで、やっぱ車で選んじゃダメなんだなっていうことをもうみんなには知ってもらいたいですね。お母さんちなみに車どんなの乗ってたんですかね？母親はスプリンターカリブ。
これも時代の車でございます。皆さん知ってますでしょうか、スプリンターカリブ。これも本当大人になってからそんなの乗ってたのって。尖った母ちゃんだったわけですね。いや意外とそうなんだなっていう。いいね。だからぜひ本当親の車の遍歴とかみんな聞いてほしいですね。確かに。これ意外とみんな聞かないですけど、それ人生のなんか道が出るような気がする。確かに、ぜひ聞いたことない方は、親御さんに聞いてみてください。ぜ意外な事実が飛び出すかもしれません。ひ。塚さんこれ乗ります？いいですか？でも全然面白いんでちょっと乗ってほしいんで。じゃあぜひ。じゃあ出発をおぼはんだけど軽いですよね。おいいね。一足から二足に入んない。いやもうこれ多分二足なんじゃないかな。入った。これ二足です。二足に入ってここで終わりでございます。はい。やっぱギアをコロコロ変えるやつはダメなんで。なるほどね。はい。それは人生フラフラいっちゃうやつなんで。男なら一本でいけよ。男なら二足オートまで十分だろうと。なるほど。これ乗っててどうですか？人気者じゃないですか？やたらいじられますね。いじられますよね。これ走んのみたいな。なるほど。今日も撮影してたらサイクリング中のね。はい。おじさまに やばかったっすね。麻婆じゃんって切れ来られましたよね。急にロードバイク乗ってるおっちゃんがチャーって来てロードバイクガチャンって床に倒して「これ麻婆じゃないですか」って言い始めてあれがたまに起きますね。なるほど。コンビニとかちゃんとマイティボーイじゃなくて麻婆じゃんっていうのが良かったな。絶対麻婆って言ってきますね。今後マイティボーイどうしていきたいですか？今日も何にも洗わずにこの YouTube 出てて申し訳ないんですけど、いえ全然ボロくても絵になる車かなと思うんで、確かに本当頑張りすぎないで気楽に乗ってこうかなっていうのはあります。いやー面白かったです。この車僕初めて乗りましたけど、確かにおっしゃる通りワイルドでうるさいし暑いし、だけどダイレクト感があってめちゃくちゃいい車でした。鈴木マイティボーイ100点満点中何点でしょうか？80点です。80点。その20点足りない理由は？やっぱエアコンついてないのと乗り心地悪くてうるさいんで80点ですね。なるほど。まあでも別に100点求めてるわけじゃないんで、全然こんくらいで。いやもう80点でも十分な100点ぐらいの価値がある車だと思いました。珍しいし。ありがとうございます。ありがとうございました。最後にこの車乗り続けますか？はい、乗り続けます。今回は鈴木マイティボーイとロアさんでお届けしました。ボーイズ&グリス TV また見てください。バイバイ。バイバイ。いやよかったな。何はい。ここ結構ねすっぽりとしていいですよ。これダメなのかな、法定的には。気持ちいいですね。どうすんの？あ、いたって結構いるよ。おい。痛い、お尻痛い。